ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回はザンニーの新衣装のビジュアルについて学術的に完全解説をしていきます。いろんな大きさから服装や身長まで数値で網羅的に解説しますから、よければ最後までご覧ください。このチャンネルでは今後も推しの良さをすっきり理解できる動画たくさん作りますから、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらは本動画に関する注意点です。気になる方は一時停止してご覧ください。今回はこのような流れで解説を進めていきます。まずは私服ザンニーの3サイズと体型についてです。まずはバストから見ていきましょう。バストやとヒップの大きさをキャラクターのスクショから長さを計測して第2近似して求めました。私服ザンニーのバストはトップが106センチ、アンダーが87センチの H カップとなりました。カップサイズ的にはオーガスタや通常衣装の調理と同じぐらいで、青木、水着調理と比べるとやや控えめのボリュームとなっております。全体としての位置としましては、かなりバストボリュームが大きいグループに入ってまいります。なお、胸の大きさにより近いトップの長さだけを見てみますと、100センチを超えているオーガスタ、ガルブレーナ、勝利あたりと同水準のグループに入っています。スーツの時のザンニーはですね、アンダーが前にせり出すようなシルエットをしておりましたから、カップ数としてはやや小さめに見えていたんですが、ニットになることで服がこのようにね、体に密着しておるわけでございますから、よりね、体のラインに近いサイズ感で表現されているなという印象となっております。また、スーツよりもニットがやや分厚いのか、わずかにトップの長さが長くなってはいますが、こちらはほぼ誤差レベルと言っていいでしょう。ここでバストの形を正面と側面から見てみましょう。女性のバストの正面の形は9種類に分かれることが知られています。ニットザンニーのバストの正面の形に最も近いのはラウンドで、全体的に丸い感じがします。スーツの時も丸みは感じられていましたが、特に下側の丸みがニットになったことでより分かりやすくなったかなという感じです。また横から見た形には大きく6種類あります。ニットのザンニーのバストの側面の形に最も近いのは半球型で、上に丸みが少しあり、下にやや重みがあるというシルエットです。これをスーツと比較しますと印象が結構違うんですね。スーツの場合はこのベルトで締められているためか、ニットに比べてこの辺りの膨らみが少し抑え込まれていまして、ちょっとした圧力表現まできちんとデザインされてるんだなというところに脱帽するという感じです。さらに胸はビーチコー境に上下で黄金比45対55になってます。ニットのザンニーの比はだいたい45対53で、ほぼ黄金比と言える範囲になっております。上側にも十分なボリュームがありますから、数値としては意外と落ち着いたバランスとなっております。バストの形状を評価する際は、正面から見て丸いラウンド型、横から見て半球からお椀型、そして上下の比率が黄金比に近いことが一つの理想的な条件とされます。ニットザンニーのバストはこれらの条件を高いレベルで満たしておりまして、ボリューム感と形状の整い方の両方が高水準なデザインとなっているわけでございます。次にウエスト、ヒップ、体型見ていきましょう。またウエストは80センチでヒップは105センチでした。日本人女性の平均ヒップが90センチほどですから、かなりボリュームのあるヒップサイズと言えます。ウエストヒップのバランスは 0.76 で、ウエスト側のボリュームがやや強いという感じになっております。この比率に近いのはオーガスタとかいうのあたりになってきます。ウエストヒップの比率は一般的に 0.7 ぐらいが理想で、ヒップ側に少しボリュームがあるとバランスがいいとされます。ニットザンニーは比率だけ見ますと、ヒップが相対的にやや控えめなグループではありますが、ヒップそのものの数値がそもそも大きいというところがありますから、シルエット全体としては非常にバランスよくまとまっていると言えます。また3サイズから体型を3つに分類してみました。バストのボリュームが強いリンゴ型、メリハリがはっきりした砂時計型、ヒップが大きいような仕型です。計算式は以下の感じです。計算の結果、ニットザンニーの体型は砂時計型で、まさにボンキュッポンという感じがします。3サイズのいずれの値もニット分でやや大きくなりましたが、シルエットとしては砂時計型で大変完成度が高いという印象となっております。次に可愛いモーション見ていきましょう。とは言いましても、攻撃自体はスーツと大きく変化はないのですが、なんせ太もも周りがしっかり見えるようになりましたからね。画面上での存在感がぐっと増しております。攻撃中に足を伸ばす瞬間には、脚線の長さやバランスが一番綺麗に出てきます。
一瞬の開脚においても全体のシルエットに動きのメリハリを与えるようになっているかなという感じです。足のラインってこんなに情報があるんだと改めて感じられる動き方になっているわけでございます。では、太ももの太さを見ていきましょう。ニットザンニーは太ももがなんだかボリューミーになったかなというように見えますが、果たしてどうなっていますでしょうか。体の正面と側面の長さを計測して円形筋を用いて周囲長を計算しています。ここが一番盛り上がりを感じますから、ここを計測しております。すると、太ももの周りの長さは77センチぐらいでした。太ももの前の太さはだいたい23センチぐらいとなっております。500ml ペットボトルの高さが20センチほどですから、それと比べるとややしっかりしたサイズ感かなという印象です。数値といたしましては、ガルブレーナ、タオキ、そしてスーツのザンニーとほぼ同じグループとなっていまして、漂白者よりはわずかにコンパクトかなという感じです。ただし、ニットザンニーの場合は、肉の膨張で立体感が強調されておりますから、実際の数値以上に存在感が印象に残るなというデザインとなっております。では、この体型が歩行に与える影響を見ていきましょう。こちら私の気のせいかもしれないんですが、スーツよりもニットの方が振幅がなんだか大きい気がしますが、いかがでしょうか。まあね、このコーデは休日の格好ということですから、いろいろと気楽な感じに整えているということかもしれません。では、全体的な服装と露出度、露出箇所を見ていきましょう。まずは何といってもこのニットのふわふわ感が、これはちょっとやばすぎる。上半身にボリュームがありつつ、ウエストがキュッと膨れていて、さらに太ももがしっかりした X ライン体型をそのまま見せるというシルエットとなっております。上はベージュのニットですが、タートルネックで首元はしっかり隠しつつも、肩だけを大胆に開けたコールドショルダー仕様となっています。これによって肩が余計に目立つわけですね。そして胸から腰にかけて細いリブが縦に入っておりまして、縦ラインでさらにスラッと見せる構造になっています。さらに胸元の赤いタイが1本だけストンと落ちておりますから、シンプルなニットに視線を集める役割をしております。そしてこの縦に入っているリブとタイによってスッと下に視線が移りまして、太もも、そして足には黒のニーハイソックスが見えてくるわけです。また太ももがしっかりしている体型ですから、このニーハイの食い込みラインというものが丸みを強調しつつも足を長く見せるポイントとなっております。背中には黒のジャケットを羽織っておりまして、生地はやや張りのある革っぽいコードで、前のニットの柔らかさ加減がより強調されます。またザンには開放を打ちますと、トップスは首元まであるハイネック風のホルダートップ。胸の下でビリビリになったニットがバストをしっかり支えながら上半身をギュッとコンパクトに見せております。ここで露出度計算のため医学で使われる肌面積計算の方法を編集して使います。すると全体の露出度はニットで 20%、開放で 42% ぐらいかなという感じです。露出箇所としては腕、太ももが中心ですね。開放時には背中も大きく出てくるよねという感じとなっております。では次にヒップライン見ていきましょう。ライン測定のために滑空状態を下から撮影しまして、ヒップラインを数値化しております。するとニットザンニーのヒップは面で柔らかく押し出すタイプという感じです。直線より約 21.7% ほどこちら膨らんでおりまして、メリハリと落ち着きが同居するラインと言えそうです。では服の破れ具合を見ていきましょう。このゲームはダメージを負うほど服が破れる仕様となっております。まずは目立つのはニーハイソックスが大きく損傷しているというところですね。また腕のニットにも損傷が見られて穴が開いているところがあります。さらにニットにはかなり汚れが目立つという感じですね。下の方は破れかけているという風な様子が伺えます。しかし開放を打ちますとニットはもうかわいそうなぐらいボロボロとなっておりますから、それと比較するとかなりマシだなという印象となっています。次にザンニーの現時点での実創作人気度も見ておきましょう。ピクシブにある過去作品の割合を見ていきます。ピクシブにある全ての作品数は3087作品でした。過去作品は1236作品でした。つまり過去作品の割合は 40% ということになります。この割合はフローバと大体どっこいかなという感じです。以前スーツザンニーの動画を出したのは半年ほど前でして、総作品数はその時は1128作品でしたから、こちらからもう3倍近くに膨れ上がっているという感じです。まだまだ増えそうな気がしてきますね。ニットでブーストがかかるでしょうから、これからも楽しみです。
では、性能とおすすめの凸数見ていきましょう。とは言ってもね、性能なんてもう、ええでしょうね。見て、うわ、可愛いってなったら、とりあえず購入して間違いないと思います。で、凸なんですけど、今回に限っては、凸る前に、まずこちらのニットを買いましょう。そしてさらに余裕のある方は、今度復刻があった時に凸っていきましょう。ちなみに私は今、こんな感じとなっております。ここまでのビジュアルをまとめると、私服残にはこんな感じになってます。上半身のボリュームとニットの縦ライン、それを受け止める太ももとヒップの立体感というものが、一つのシルエットとして綺麗にまとまったデザインでした。見た瞬間のインパクトと細部まで作り込まれたリアリティの両方をじっくり楽しめるビジュアルになっているかなという感じがします。次にニットザンニーの香りを考察妄想しました。ザンニーに近づくとひんやりとしたアールグレーの湯気がふわりと立ち上り、ニット越しの体温にスミレの静かな花の香りがほどけていきます。それは仕事をきちんとこなしつつも誰にも見せない本音を胸にしまい込んだクールさと柔らかさが同時に香る香りです。やがてほのかなサンダルウッドとビーンズの甘い余韻が夜空の下で静かに混ざり合います。この暖かいのにどこか影を帯びた香りの波がそっと私たちを包み込んでくれることでしょう。解説は以上になります。ぜひ安いうちに確保しておきましょう。この動画についてご指摘ご感想などありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。今後もここでしか得られない女性キャラクターの最新情報を提供します。見逃したくない方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントお願いします。以上、ももかんでした。ではまた。